朝ドラ、ブギウギ、第3週予習です。昭和8年、デビューから6年が経ち、鈴子、趣里は脇役ながら、劇団の中心メンバーとして活躍し、新人の教育係にもなっていた。後輩には、花咲歌劇団から移籍してきた、秋山瑞希が入り、人気となっている。後輩に抜かれた鈴子は、自分自身の売りは一体何だろうかと悩んでいた。そんな中、次回公演の内容が告げられる。大トップの大和玲子が演出に挑み、新しい取り組みをするというのだ。大和玲子が演出の公演に向けた厳しい稽古が始まった。鈴子はなんとかいい役をつかもうと必死に稽古に取り組んでいた。ある日、同期の桜庭は後輩の秋山と比べてダメだと言われ、落ち込み、ついには稽古を休んでしまう。さらには秋山の厳しい指導を受けた新人たち全員が辞めたいと言い出してしまう。鈴子はなんとか劇団をまとめようとするのだが、大和玲子は演出のメインとしてラインダンスを考案する。劇団員が一糸乱れぬ踊りをすることで一致団結する象徴として絶対にやりたいと稽古を始める。しかし桜庭和樹は相変わらず稽古を休んだままだった。なんとかしたい鈴子は津屋と梅吉、そして花湯の常連客に相談するのだが、なかなか答えが見つからない。そんなある日、和樹が劇団を辞めると言い出す。不況の波が押し寄せ、梅丸少女歌劇団にも賃金削減と人員削減が告げられる。一部の楽団員と新人の劇団員は解雇されてしまった。そして給料が下がったことで桜庭和樹は劇団を続けられなくなり、辞めざるを得なくなってしまう。大和玲子と橘葵は会社と話し合いをするために嘆願書を提出する。こうして鈴子も巻き込まれていく会社と劇団員の桃色葬儀が始まる。大和玲子はストライキをするしかないと言い出す。一方、橘葵はお客様が大切だと言い、また、玲子が二度と舞台に立てなくなるのではないかと心配してストライキに反対する。玲子はストライキをするかどうかをかけて会社と最後の話し合いを行うことにする。劇団員はストライキに参加するかどうか、各々で判断してほしいと告げられるのだが、鈴子はどうすればいいのか迷っていた。